どうもこんにちは、いつきです。今回はデスクツアーをしていきたいと思います。前回の動画から新たにガジェットや家具などを追加し、アップデートした内容について解説をしていきます。新たなアイテムとの出会いを経て、さらに生産性アップやコンテンツの表現の幅が増えてきていることを嬉しく感じています。そしてこのような環境を構築できたのも、いつも見ていただいている視聴者様のおかげです。本当にありがとうございます。ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。まずはデスク上から解説していきたいと思います。デスクは前回のデスクツアーでもお伝えした通り、私が結婚する前に両親から購入していただいたものを現在でも愛用しています。サイズは天板の横幅1200、奥行き800、高さ720となっています。奥行きがとても広いので、パソコン作業はもちろんのこと、大きなスケッチブックを広げてイラスト練習をしたりするのも快適です。デスクにはネイビーのレザーデスクパッドを配置しています。コスパも良く質感も気に入っているので継続して使っています。パソコンは M1MacBook Air、2020年に発売した時からずっと使い続けています。それまでは2015年版の MacBook Air を使っていたのですが、動画編集の処理がかなり重かったので買い替えました。結果として 4K 動画の編集もサクサクできるようになったので非常に重宝しています。また、キーノートでデザインしている400ページ超えのデジタルプランナーの処理もスムーズにこなしてくれているので最高のパートナーだと感じています。MacBook には2マスの USB ハブを使っています。ウルトラワイドモニターと液晶タブレットの2台を外部ディスプレイとして接続するために有効活用できています。ただし2台のディスプレイを接続するためにはディスプレイリンクチップ搭載の変換アダプターが必要だったので追加でケーブルを購入して使っています。モニターは LG の34インチのウルトラワイドモニターを使っています。エルゴトロのモニターアームを使うことでディスプレイの下をすっきり見せることができています。画面が大きいので動画編集をする際にも作業がしやすいですし、動画も快適に見ることができています。ウルトラワイドモニターは MacBook と PS5 を切り替えできるように Ugreen の変換ケーブルを使っています。ボタン一つで切り替えができるので重宝しています。また MacBook にはアンカーの Ethernet アダプターをつけています。普段は Wi-Fi 接続なんですが、編集した YouTube 動画をアップロードする際に LAN ケーブル接続の方がスピードが速いのでこちらを使っています。体感として 1.5 から2倍ぐらいアップロード完了までのスピードが速くなったので、動画配信をしている人にとっては役立つアイテムだと思います。また MacBook を使う際にボエタ様からご提供いただいたノートパソコンスタンドを使っています。上下の調整ができるだけでなく回転式なので自分の姿勢に合わせた調整ができるのが便利だと感じています。PS5 の音を出力するアイテムとしてはクリエイティブの Pebble シリーズのスピーカーを使っています。正直これはコストがかなり安かったのが一番の決め手となりました。音質も適度にいいので純正のヘッドセットを使わないときにはこれを活用しています。ウルトラワイドモニターを使う際のパソコン作業には Apple の Magic Keyboard と Magic Trackpad を使っています。MacBook 本体を使っているときと同じ操作感で作業を進めたいと考えたときにこのセットを購入することを決めました。打鍵感がとても心地よく、タッチ ID 搭載なので指をかざすだけでロック解除ができるのも便利だと感じています。トラックパッドも非常に快適で、2本指や3本指のジェスチャーで直感的に作業ができるのはとても気に入っています。また、ウルトラワイドモニターの上にはベンキューのモニターライトをつけています。リモコンで簡単に調整ができるのでとても気に入っています。また、MacBook と同じ M1 チップを搭載した iPad Pro の 12.9 インチを使っています。自分がデザインしたデジタルプランナーを活用しながら日々の商談や打ち合わせ内容の記録、スケジュール管理などを行っています。またコンセプトを使って今後のコンテンツ発信の展開を考えたりするときにも手書きだからこそ自由な表現で取り組めるのも便利だと感じています。もちろん Kindle 読書をするのも iPad はかなり快適です。読書で得た学びを読書ノートで整理することで明日からの行動に生かすことができています。正直 MacBook だけを使っていた時よりもコンテンツの表現の幅が増えましたし、仕事の生産性も高めることができているので本当に買ってよかったと感じたデバイスです。以前の動画でも少しお話しさせていただきましたが、 YouTube で iPad 活用の発信をしていたことがきっかけでゼミ講師のお仕事をいただけたのも自身にとって新たな成長の機会になったと感じています。 iPad スタンドにはマグフィット様からご提供いただいたものを活用しています。自由に角度調整ができるだけでなく USB 端子や HDMI 端子も備わっているので iPad をパソコンのように活用することもできます。
また MacBook で作成した動画データについてはウエスタンデジタルの 5TB の HDD に保存するようにしています。動画配信をする上で大切な動画データのバックアップを取ることで不測の事態に備えられるようにしています。動画の音声収録をする際には手話 MV7 を使っています。最近投稿している動画については基本的にこのマイクを使っていますが、とても音質が良く USB ケーブルでパソコンにつなぐことで簡単に使えるので本当に買ってよかったと思うガジェットです。またマイクアームをつけることでマイクの位置調整がしやすくなりました。デスク横にはラックを設置しています。ブラウンとブラックの質感が気に入っていて、観葉植物やガジェットなどを配置することができるのが便利だと感じています。デスク下にはケーブルオーガナイザーを設置しています。ケーブル類を整理するためにかなり役立っていると思います。合わせてケーブルクリップを活用することでデスク下の配線を整理することができています。また電源ケーブルなどを山崎実業のケーブルボックスに収納しています。ボックスに収納することですっきりさせることができていると感じています。ルーターとモデムについてはルーター収納ケースを2つ縦に重ねて使っています。椅子は人間工学から考えられたオフィスチェアを2年以上使っています。価格的にも2万円台とコスパが良く、在宅勤務が続く中1日のほとんどをここで過ごすのですが、長時間座っていても疲れにくいのが気に入っています。デスク横には2トイの折りたたみテーブルを設置し、その上に XP ペンの24インチ液晶タブレットを置いています。画面がとても大きいのでのびのびとイラスト練習ができるので、これも本当に買ってよかったと感じています。また同じサイズの液晶タブレットの中でもコスト的にお買い得だったのも嬉しいポイントでした。ちなみに GoodNotes を起動すれば液晶タブレットでも手書きでノートを管理することができます。画面が大きいので図表などを解体するのも楽々です。デザインだけでなくイラストを活用したコンテンツも展開できるようにこれからも精進していきたいと思います。またテーブルの背面にはニトリの N ポルダという棚を設置しています。カスタマイズパーツが豊富なので自分が配置したいものに応じた引き出しや棚を組み合わせられるのが気に入っています。最近はイラスト関係の本を中心に集めるようにしています。特にグエイズさんや米安舞さんの作品集を見ているだけでその表現力の高さに心が癒されています。また私はニーヤ作品が好きなのでニーヤレプリカントやニーヤオートマタの資料集を見ながらその独特の世界観に没頭している時間が好きです。このようにデスク環境が充実してきたことで毎日このデスクで作業する時間がとても好きになりました。デザイン作業や動画編集、イラスト制作、そしてデジタルプランナーを使って一日の出来事を振り返る時間、YouTube というプラットフォームで動画発信をするようになってから本当に多くの機会やチャンスをいただけるようになりました。そしてアウトプットを継続することで着実に自身の成長につながっていると実感しています。私にとってこのデスク環境は視聴者様とのつながりを感じながら作業に没頭できる素晴らしい環境だと考えています。今回は久しぶりのデスクツアーをしてみました。昨年初めて投稿したデスクツアーからかなりアップデートすることができました。コンテンツ発信の幅も広がり、さらに生産性を高めることができており、本当に嬉しく感じております。視聴者の皆様にお役に立てる動画を作っていけるよう、これからも精進していきます。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。